風が心地よい5月の終わり。今日は少し懐かしい場所へ行ってきました。こんにちは、夏です。学生時代、吹奏楽部に入っていた私は、毎年夏になると訪れる場所がありました。コンクールの地区大会が行われていた福岡市民会館です。昨年の春、およそ60年続いた歴史に幕を下ろし、新しくリニューアルされました。名前も福岡市民ホールへと変わっています。館内にはカフェもできていたので、アメリカーノとレモンタルトを注文してみました。あの頃歩いた廊下や歴史を感じる絨毯の雰囲気、懐かしい匂いはもうないですが、館内はとてもきれいに生まれ変わっています。居心地のいい空間ではあったのですが、この日は私以外にお客さんの姿はなくて、イベントを準備をしているスタッフさんたちが忙しそうに行き交っていました。なんとなく落ち着かなくなってしまい、外に出ることにしました。外は思った以上に風が心地よくて、時間を忘れてしまいそうなほど涼しくて気持ちいいです。外で刺繍をするのは初めてなんですが、今日は私の作ったマカロンポーチに針を入れて、無印のポーチにハサミと刺繍糸を入れて持ってきてみました。風があるので飛ばされないように注意しながら刺繍を楽しんでいきます。もうすぐ6月ですが、最近は家の中が少し暑くて、なかなか刺繍をする気分になれなかったんです。そこで今日は気分転換も兼ねて外に出てきました。不思議なことに家の中より外の方がずっと涼しく感じます。さて、吹奏楽コンクールの話に少しだけ戻ります。吹奏楽のコンクールは地区大会、県大会、九州大会、そして全国大会へと続いていきます。私たちにとって地区大会はまず最初の大切な関門でした。当時は地区大会は通過して当たり前、そんな空気もあったように思います。
当時のホールは比較的コンパクトで音がよく響くので、実力以上に上手に演奏できているように聞こえることがあったんです。だからこそ今日はうまくいったと安心しすぎないように、次の県大会に向けて気を引き締める場所でもありました。建物の外には階段があって、演奏が終わった順番に学校ごとに部員みんなで並んで写真を撮るのが恒例でした。リニューアルしてその階段もなくなってしまったんだなぁと、少しだけ寂しい気持ちにもなります。今年の吹奏楽コンクールの地区大会は福岡サンパレスホールで開催されるそうで、これから先福岡市民ホールでもコンクールが開催される日が来るのか少し気になるところです。今度福岡市民ホールに来るときは演奏を聴きたいなと思いました。家に帰ってきました。まだクーラーをつけるほどではないですが、やっぱり少し蒸し暑いです。さて、もう何を刺繍しているのか気づいた方もいらっしゃるかもしれません。今回作っているのは魔女の宅急便に登場するニシンのパイとカゴです。おばあさんがお孫さんのために焼いたあのニシンのパイです。ジブリファンの方からするとちょっと違うかもと思われてしまうかもしれませんが、今回は短時間でも楽しめるように小さめサイズでシンプルなステッチを使いながら作っています。魔女の宅急便といえばもうすぐ映画館で上映されますね。子供の頃ジブリ作品の中で一番好きだった映画です。金曜ロードショーで放送される日も楽しみで、映画が始まる前の CM までワクワクしながら見ていた記憶があります。それにここだけの話ですが、ベランダでほうきにまたがって本気で飛べると思ったこともあります。そんな魔女の宅急便を映画館で見られるなんて、しかも IMAX 上映、とっても楽しみです。そして最近の私はカゴのモチーフを刺繍することが多かったので、
魔女の宅急便のカゴといえばと考えていたら、自然とニシンのパイを入れたカゴを思い浮かべました。そんな理由で今回はこの組み合わせを刺繍することにしました。正確なイラストというよりは、私なりの解釈で楽しむ刺繍小物を作っています。実は今回かなり前の動画でも登場したことがあるアイテムを使いたいと思います。100円ショップで購入したものの、なかなか出番がなく、ずっと引き出しの中で眠っていました。裏側に使うフェルトへ穴を開けて、パーツを差し込み、カチッとはめるだけ。これだけで簡単にボタンが完成します。それぞれに取り付けて、そしてカゴの縁取り。どんなステッチにしようか迷いましたが、今回は少しレトロな雰囲気を出したくて、レンガ色の刺繍糸を使って縁取りしてみました。あとはボンドで貼り合わせれば完成です。魔女の宅急便に登場するカゴとニシンのパイが形になりました。もし楽しんでいただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。コメントもいつも励みになっています。くるくる回っているのはご愛嬌ということで、このチャンネルでは刺繍作品を作ったり、気ままに刺繍時間を楽しむ様子を Vlog として投稿しています。今回は珍しく
工作のようなキーホルダー作りになりました。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。それでは最後のじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽん。今週もちょこっといいことありますように。